皆さんこんにちは。今日は水色の地点から赤色の地点まで歩いてみたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。ところで皆さんは運送会社、例えば宅急便や佐川急便がクレジットカードを作ったら使いますか？サンフランシスコに本社を持つこの銀行ウェールズ・ファーゴはヘンリー・ウェールズとウィリアム・ファーゴの2人によって作られました。この2人はもう一つ速達で配達する運送業の会社を作ります。この会社がアメリカンエクスプレスだったわけです。そしてこの会社が後にクレジットカードを発行して今では日本でも使われているわけなんです。それではこの高いビルがある次の角まで歩いていきましょう。さてこの高いビルなんですけれども、日本が明治時代の頃サンフランシスコに砂糖を精製して大金持ちになっていたクラウス・スプレックルズという人がいて、その人によって建てられました。その金持ちの息子がアドルフ・スプレックルズといって、ユニオンスクエアの中央に立っているモニュメントの柱の上に立っている女性像に惹かれてしまいます。なんと美しい女性なんだ。そう思った彼はモデルになった女性を探し出します。当時貧しく美術学校でモデルをやっていたアルマ・ドゥ・ブレッドビルという女性でした。アドルフはアルマよりも20歳年上でしたが結婚します。夫が砂糖で大金持ちになった家の男性で自分よりも20歳も上だったことから、彼女は夫のことをシュガーダディと呼び、この表現は今でも英語圏内で使われています。その砂糖で大金持ちになったスプレックルズ家が持っていた新聞社ザ・コールのために建てたビルがこのオールドコールビルディングになります。またアドルフとアルマはパリの彫刻家ロダンとも親しく、自分たちが集めたロダンの作品80点を自分たちが寄付したリージョン・オブ・アナー美術館に寄付をしました。今到着しようとしているサードストリートとマーケットストリートの角ですが、昔は新聞街と呼ばれた交差点でサンフランシスコを代表する新聞社3社のビルがありました。今見えている白いビルがサンフランシスコイグザミナーのビルになりまして、次に見えるこの赤レンガの建物がサンフランシスコクロニクルという新聞社のビルになります。緑色の丸の部分が新聞社3社の位置になります。この赤レンガのビルがゴールデンゲートパークの中の美術館で有名なマイケル・ディアングが持っていた新聞社サンフランシスコクロニクルのビルになりまして、1889年にできた当時は西海岸で最も高い初めての高層ビルでした。ちなみにマイケル・ディアングのひいひい孫は今ハリウッドの俳優でマックス・シエリオット、英語ではティエリオットと呼ばれますけれども、テレビドラマのシールチームやベイツモーテルに出てくる役者さんです。この3社はライバル意識が強すぎて仲が悪くて大変でした。赤レンガのクロニクルのビルがわざと影に入るように、スプレックルズは高いビルを建てたり、マイケル・ディアングが砂糖王のスプレックルズが悪いことをしていると新聞に書くと、スプレックルズは拳銃を持ってクロニクルビルに入ってマイケル・ディアングを撃ったり、そのライバル意識は凄まじいものでした。現在オールドコールビルのロビーには昔のドアノブが飾ってあります。ドアノブをよく見ますとクラウス・スプレックルズのイニシャル CS というのが書いてあります。これまた大金持ちだったウィリアム・ハーストは3社の中で最も美しいビルを建てました。今でもその美しいロビーの姿を見ることができます。その仲が悪かった3社なんですけれども、1906年の大地震の時には3社とも印刷機が壊れてしまい、オークランドの新聞社の印刷機を借りて3社合同で新聞を出しました。それでは交差点を渡って白丸のところに行ってみましょう。この目の前に見えてくるのがロッタの噴水と呼ばれるもので、サンフランシスコで最も古いモニュメントです。1875年にロッタ・クラブツリーという人によってサンフランシスコに寄付されたものになります。
このロッタという女性なんですけれども、ゴールドラッシュの時にお母さんに連れられてサンフランシスコにやってきた可愛くて歌も歌える子供でした。ゴールドラッシュ時のサンフランシスコの人口の 92% は男性でした。そこへ可愛いロッタが舞台の上で踊るのを見ると、男性たちは喜んで金を含んだ石なんかを舞台に投げていて、それでロッタは有名になり東海岸へ行ってしまいます。大人になり、当時アメリカでも一番の女優と言われるぐらい有名に成長しても、ロッタは小さい頃に親切にしてくれたサンフランシスコのことを忘れませんでした。その証としてサンフランシスコ市にこの飲み水の出ていた噴水をプレゼントしたのです。またこの噴水は1906年の大地震の直後に家族や友人たちの安否を気遣うその張り紙でいっぱいになったところです。毎年4月18日の朝5時12分には市長など当時の格好をした人々も含め、ここに集まって地震のメモリアル式典が行われます。それからこの噴水の上の方に銅でできたプレートが貼ってありますが、これは1910年のクリスマスイブの夜に当時有名だったイタリアのオペラ歌手ルイザ・テトラズィーニがここに来て無料のコンサートをした記念に付けられたものです。約25万人の人々が通りを埋め尽くしたと言われています。さて次は銀で大金持ちになったウィリアム・ラルストンが建てたパレスホテルに行ってみましょう。1875年10月2日、4年の歳月をかけてウィリアム・ラルストンの死後2年経ってから彼の念願のホテルが完成しました。ところが当時は燃えないホテルとして自慢だったパレスホテルが1906年の地震の際に火事の被害を被り改築してできたのが1909年築の現在のパレスホテルビルになります。地図の中のピンクの丸がパレスホテルになります。現在このホテルは日本の国際工業系の京谷ホテル&リゾートによって所有されています。当時はこのホテルは有名人が泊まるホテルとして人気で、作家のオスカー・ワイルド、銀行家の JP モーガン、それから大統領のテオドール・ルーズベルトなども宿泊しました。入り口を入ったところにあるガラスの天井の美しいガーデンコートレストランは、昔は馬車が入ってきてホテルの宿泊客が乗り降りする場所になっていたところです。また最近 SNS で話題になったグリーンゴッデスドレッシングはここで発明されました。パレスホテルの角にはサンフランシスコの有名なギラデリーチョコレートのお店もありますので、そこでホットチョコレートなどを飲んでゆっくりするのもいいかもしれません。Okay, thank you very much. 次は黄緑色のビルにちょっと立ち寄ってみましょう。このメカニックインスティテュートはゴールドラッシュの時に来た男性たちが金を取ること以外に技術がなかったことから機械工を育てようと作られた工業学校のようなものでした。このビルもアルバート・パイシスによってデザインされました。この中にはアメリカで最も古い日本の江戸時代後期に始まったチェスクラブも入っており、今年で170周年を迎えました。普段はメンバーしか入れませんが、中を特別にお見せいたします。今日は世界チェスマスターでもあり、チェスオリンピックのアメリカチームのキャプテンを25回もやったジョンさんが、複数の選手たちと同時に競うサイモルと呼ばれるゲームを披露してくれています。またこのビルには自分がサンフランシスコで最も美しいと思う螺旋階段があります。さすがパリでデザインを勉強したアルバート・パイシスだなと感心します。鉄でできた階段や大理石の床も素晴らしいと思います。下から見上げるとこのような感じになります。さて最後は赤丸の部分のモニュメントを見てみたいと思います。
こちらのモニュメント、アドミッションデーモニュメントと呼ばれています。金を掘るツルハシとアメリカの国旗を持った青年の像なんですけれども、1850年カリフォルニアが合衆国の31番目の州として加わったことを記念して建てられました。この彫刻を作ったのはダグラス・ティルデンという耳の不自由な彫刻家でした。彼もまたフランスのパリで彫刻を勉強した人でもありました。土台にはカリフォルニアのグリズリーベアやモントレー湾のタコが表現されています。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。